はい。こんにちは。柴崎です。ね。お元気でしたか？そう、よかったね。今回のテーマはね、こちらですよ。はい。どうぞ。ねえ、Adobe Fresco を使ってデジタル化にね、チャレンジ。その第2回目です。前回はね、柴崎はこの iPad を使ってデジタル化にね、初チャレンジしました。こちらですね。もうスイスイとね、簡単な操作でリアルな鉛筆画をね、描くことができました。まだ見てないよ、それは。という方はね、ぜひご覧くださいね。ということでね、今回も前回に続いてね、デジタル画にね、チャレンジするんですけども、なんたって2回目ですから、少しステップアップしてやってみようかなと思っています。何を描くかっていうと、それはね、あなたもよくご存知な色鮮やかなあれです。それでは早速やってみますね。どうぞゆっくり見てくださいね。はい。ねえ、じゃあやってみましょうね。まずはApple Pencil だね。これ。取れない。ね、Apple Pencil。で、これを使って左に動かすと、よいしょ。ありましたよ。これね、Adobe Fresco です。これ。はい。そして A4 の紙を選んで、ここですね。今日は水彩の機能を使って書くからね。ブラシを選んで、これだ。聞いていたこれだね。これ。すごいね。これだよ、ほら。色相明度サイドだ。うおー、すごいね。もう、早速書いてみたい。バナナ書こう。ね、バナナ。だから黄色で、リンゴとバナナ。これにリンゴ。これにバナナ。ね。それで、じゃあ塗ってみよう。バナナだから、こうだな。ピュアな黄色で塗ってみると。よし。筆は大きさはどのくらい？このくらいにしようかな。どうだ？このくらいでいいかな？もうちょっと大きくてもいいかしら。もう塗りながら描きたいからね。少しは太い筆の方が良さそうね。じゃあこれでいってみよう。もう、今日水彩の機能だからね。水彩の機能がどうなるかも楽しみたいな。今度は少しグリーンが欲しいね。こう。これ。いいね。この機能は素晴らしい。ね。今度はグリーンの色相で混ざりますね、色が。わあ、水彩画だよ、これは。ほら。最初に塗った黄色にきれいに混ざるね。でこのグリーンの色相をブルーの色相に置き換えて、これを明度を少し落とすと。いや、混ざりますよ。いや、ここで分かったんだけど、この Adobe Flex さんの、このね、機能の中で一番優れてるのは、ちょっと乾かすかね。これ乾かすんだってね。ドライヤーですって、ここは。今度はにじまないで、乾かしてからしっかり乗るね、色が。これ。この丸と四角のこの機能ですね。これは
色相明度彩度をね、自分の好みのものに作り上げるための機能なんだね。あ、ちょっとここで消しゴムでね、ハイライトを作りたい。前回もね、消しゴムの使い方皆さん喜んでもらったな。この丸と四角だよ。この機能素晴らしいね。やっぱり絵を本格的にね、描こうって人は、やっぱり色の3要素、色相明度彩度が理解できないとダメだよね。それをね、この丸と四角でね、それが簡単に理解してコントロールできるように作られてるところが素晴らしいね、アドビさん。これ、今明度を落とした。僕も長い間ね、人にこの絵の指導してきたけど、なかなかね、色相明度彩度のこの関係がね、分かってもらえないんだよね。どうですこの機能は。これが一番今感動してるね。だから、本当絵をね、ちょっとやってみたい人は、この機能を十分理解した方がいい。ね。何をどう上手に描くっていうね、デッサン的なことはもちろん必要だけど、でも絵画にするんだったら、ね、このアドビさんの丸と四角のこの機能だね。ちょっといらないとこ、こうやって、どうかな。消しゴムではみ出たとこ消しちゃうね。これも面白いね。これも普通の水彩画じゃできないとこだよね。塗ったとこ消しゴムで消すなんて。あ、もうちょっとハイライトのあたりなんかしたいな。また消しゴムでいっぱい機能がある。これにしようかな。この消しゴム、ね、前回使って皆さん驚いてくれたけど、もう柴崎これはね、本当このデジタルでなきゃできないこれテクニックだね、これ。消しゴムでね、明るいとこを再度作り出すってわけだね。さて、今度は色相をここにして、そして明度彩度、筆をこうして明度彩度ね、最大限にしてピュアな赤を作ると。こうだね。さあ、これで筆絵の具の濃さはいいかな。ちょっと試し書き。良さそうね。これにリンゴ描くよ。こうやってここら辺だ。やっぱり今日も柴崎もね、初めてこの水彩の機能とこの色でね、デジタル描くんだから、やっぱり初心者の人はこうやってね、シンプルなものを描いた方がいいね。絶対おすすめだよね。込み入ったものを描くんじゃなくて、やっぱシンプルなものから。じゃあこの色相をこっちに変えてと、ここを塗ってみよう。あ、いいね、ほら。水彩の機能だから混ざりますよ。人でね、滲んでいく。面白い。じゃあ今度は少しグリーンのあたりに色相を変えてと。またこう混ぜてみようかな。いやー、綺麗に混ざるね。うわーっと滲んでいく感じが見える。ね。前回のデッサンでね、皆さんがレイヤーを使ってなんて言うけど、実は柴崎まだね、本当のこと言ってレイヤーが分かってないんですよ。だから今日も、ね、これ1枚で描いちゃうから。でも、普通アナログで
絵描いてればね、1枚で描くってのは当たり前のことだからね。全然平気。うん。今度は色素を、こっちの方かな。日陰描きたいな。明度を落とすか。この、ね、色素、明度、彩度。この丸と四角、これだ、これ。この機能は素晴らしい。驚いた。これはまあ、ほんと絵を、これだよ。このボタンを押すとね、水だけは流れるんだって。だからこれでほら、にじませていく。こういう表現でもアナログじゃできないね。水だけをガムに加えてね、こうにじませる。素晴らしいね。どうです。よしと。たら乾かして、今度はヘタの中やってみようかな。また日陰。ちょっと暗いブルーを加えて、また水だけを流すぞ。で、ここで、ね、水だけで、こう、ソフトな、ね、グラデーション。面白い。ほう。自分で描きながら、自分で感心しちゃうな。さて、ぐるぐるっと色素をここにして、思いっきり明度を上げて、ちょっとね、ハイライトのあたりをいじりたいな。ね、これにちょっと明るくしたい。ちょっと物足りないな。消しゴムでやってやろう。消しゴムさんは、どれだ？どれがいいかな？いっぱいあるんだよね。とりあえずは、これにするか。ね。もう一回消しゴムで消してハイライト。もうこれ徹底的に使ってやる。ね。ヘタの中も消しゴムでちょっと明るくしてと。はみ出たこのバナナのとこも消しゴムで消してね。さあ、じゃあまたハイライトの周囲ね、ここ。ちょっとにじませてソフトに、このくらいかな。黄色で、ここヘタの内側だね。どうだ？いや。こう、ヘタの内側の形態って大事ですね。では、ピュアな黄色で、ここね、今消したところを色埋めして、さて、じゃあせっかく消しゴム手に持ってるので、はみ出たところをね、修正します。この機能があるから安心して描けるね、はみ出しても。バナナとかも消しちゃって、いらないとこね。どうかな？よし。さて次は、ヘタだね。ここ、消しゴムで消して、黄色、赤がいいか。赤を思いっきり明度を落として、ここだね。どうだ？もっと明度落としてみようかな。このヘタはこだわった方がいいね。それで今度はちょっと明るいグリーンにしてここに色と。もうだいぶこのね、明度色相サイドのね、丸と四角の機能、使い方よくわかった。これ徹底的に使った方がいいね。どうかな？よし。それで、こんな消しちゃおう。少しこう、最後のディティールもね、ちょっとこだわってと、どうだ？このくらいかな。よし。それでは、今度はいよいよね、日陰の方を描いてみようかな。この回色を薄めたブルー紫をたっぷりと流すと。
こういうことだね。うわー、広がってきますね。水彩機能素晴らしい。これは、楽しいね。実際に水彩塗ってる感じがする。じゃあ、ここの日陰の中にいろいろ色を足す。ね。ほら、混色ですね。いやいや、綺麗に混色できるよ。うん。で、いらないところ、また消しゴムで消すと。いいな。もうこれ、本当に楽ちんだ。で、今度は水だけを流して、バナナのアウトラインをソフトにすると。わあ、水彩っぽくなった。ね。ほら、滲んできましたね。素晴らしい水彩っぽくなったよ。ほら。でもちょっと滲みすぎたので直そうかな。思いっきり明度を落とした色で一回乾かすと。そしてここをね、滲みすぎたところ少し形を強くもう一度描き起こすと。いいね。では、日陰の中に色を加えて、床も一緒に描いちゃおう。シュッ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 と。こうだね。色をもっと加えて思いっきり水彩っぽくしちゃおう。どうです？よしよし。さあ、乾かしたぞ。どうかな？はい。いいね。出来上がりです。はい。ね。こちらが完成した作品ですね。黄色いバナナとね、真っ赤なリンゴを組み合わせて描いてみましたよ。どう？美味しそうに描けたかな？ねえ。それにしても、アドビフレスコ素晴らしかったですね。どこが良かったってね。そう。丸と四角。色相、明度。サイドですよね。あなたがね、絵を描こうとしたら、この色相、明度、サイドがね、何よりも大事なんだけど、でも理解するのはなかなか難しいんだよね。それをね、この Adobe Fresco はわかりやすく、しかも簡単に使えるように作られていますからね。いやーもうこの機能にお会いしただけでね、もう柴崎大満足でした。今回の動画を見てね、あなたもこの革新的なね、描画アプリでリンゴとバナナ描いてみたくなったでしょう。Adobe Fresco がね、確かにすごいアプリだってことは分かったけども、Adobe さんのことだからお値段がね、高いんじゃないかって、あなた思ってません？違うんですよ。なんと、0円。0円で使い放題なんですよ。Adobe さんやってくれましたね。早速ね、アプリのダウンロードのね、リンクをね、この動画の概要欄にね、貼っておきますから、ダウンロードしてみてください。ということでね、今回も最後まで、もう長い時間ね、ご覧くださって本当にありがとうございました。次回またね、このシリーズ、第3回目ということでね、やってみたいと思ってます。それまで、どうかお元気にね、お過ごしください。またすぐにお会いしましょうね。はい。それではまたね。